源氏物語イラスト役で最強の古文速読力を身につけましょう。この動画ではまず原文が流れますので、あなたもそれに合わせて音読をしてみてください。次に熟語訳が流れます。一瞬で一語一語をしっかりと見抜くようにしてください。さらにイラストが浮き出てきますので、イメージを沸かせていきましょう。それではイラスト訳本編のスタートです。今回は夜倍をかけた光源氏がうつせみを口説く場面では行ってみたいと思います。掃除を引き立てて、暁に御迎えに物せよとのたまえば、女はこの人の思うらんことさえ、死ぬばかりバリなきに、流るるまで汗になりて、いと悩ましげなる。愛おしけれど、例のいずこより遠出たもうことのはにかあらん。哀れ知らるばかり。情け情けしくのたまい尽くすべかんめれど、なおいとあさましきに、うつつとも覚えずこそ、数ならぬ見ながらも、おぼしくたしける見心ばえのおども、いかが浅くは思うたまえざらん。いとかようなるきわは、きわとこそはべんなれ、とて、かく、おしたちたまえるを、深く、情けなく、牛と思い入りたるさまも、げに、愛おしく、心恥ずかしき
気配なれば。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回、べかんなり、はべんなりという発音便の無表記の形が出てきましたね。助動詞なりには2種類あり、直前の接続によって基本的に見分けがつけられます。ですが、中には見分けのつきにくいものもあります。例えば、らへん型が直前に来た場合、すなわち、終止形がうで終わらない活用語が直前に来た場合は、前文推定の助動詞なりは終止形ではなく、連体形に接続することになります。なので、断定の助動詞なのか、前文推定のなりなのかが見分けがつきにくいというわけです。そんな際に発音便になる。これが発音便無表記の法則です。例えば、あり、おり、はべりというラ行変革活用動詞はべりの場合、連体形はべるなりとなってしまったら、このなりは断定なのか、前文推定なのかが分かりにくくなります。なので、はべんなりという表音にし、そしてそのんという表記が書かれない。これが発音便無表記の法則ということになります。今回は、光源氏が夜ばいをかけたうつせみを自分の寝所まで連れて行き、二人きりになる場面でしたね。さて、彼女はどんな様子でしたか？光源氏の口説き文句に対しても、一向に心を開こうとしないうつせみ。自分のようなかすならぬ身でさえも、それ相応の際がある、などと光源氏の口説き文句をさらりと交わします。そんな様子を見て光源氏は、心恥ずかしいという感想を漏らしていました。恥ずかしいという言葉は、現在の恥ずかしいという意味ももちろんありますが、こちらが恥ずかしくなるほど相手が立派であるという意味で使われることが古文では多いということもぜひ覚えておいてください。さあ今回も第2条母木木からの動画でしたね。第1条ちりつぼにおいてはすでに YouTube にアップしてあります。また母木木の中の天代の品定めについても再生リストを作ってありますので確認をしておいてください。ブログの方も毎日更新をしています。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。それではまた。